こんにちは、ナピーです。今日紹介するリーメンとはこちら。丁寧さん、花咲く和の暮らし。来ましたね。ちょっとここ見えないんですけど、このちっちゃい手まり寿司、これ欲しかったんですよ。外箱はこんな感じです。和の小物がたくさんなので海外の人もこれ嬉しいんじゃないかな。では早速開けてみます。畳、そしてなんか折り返されてる。和風のお庭の景色かな。夏秋冬それでこれが壁で春ですね。ここが障子の窓かなんかがつくのかな。では早速ジオラマ背景から組んじゃいます。このところは雪見障子っていうらしいですね。貼ったのでここ差し替えが可能みたい。こんな感じですごい。これが冬。秋。これが夏。すごいね。この獅子おどしのところもさ、季節でこんな感じにちょっとずつ違う今は夏になるところなので夏をセットしときます。はい、では1箱目。外箱はこんな感じです。これタイトル、日本語は丁寧さんの花咲く和の暮らしなんですけど、英語のタイトルがすごい。マインドフルリビング in Japanese Seasons。日本語タイトルには季節っていう言葉は入ってないけどさ、マインドフルって何よって思って調べたら、ただぼーっとするんじゃなくて、食べる時は食べることを味わう。不安が来ても不安になってるなって気づくみたいに、自分の意識を今に戻す感覚だそうです。すごいね。丁寧さんってことなんだろうね。一つ一つ丁寧に季節に寄り添う素朴な時間。大人な感じ。では開けていきます。1番、少し固めがちょうどいい炊き込みご飯かな。鮭かなんかで、違う、鮭じゃない。たけのこご飯です。春ですね。すごい。土鍋の底もさ、ほら蓋付き。すごい。こんな土鍋で炊き込みご飯なんてこれはもう
丁寧さんすごいね。このたけのこご飯をお茶碗によそう。お茶碗もなんかつるんとしてないです。ボツボツしてあがらがついた焼き物風。そしてお箸でいただきますと。土鍋の鍋敷もついてます。お椀が入っていて、これがお味噌汁、油揚げとネギかな。そしてこれが海外の人は何ですかってなるやつ。鰹節とそれを削る鰹節削り器これすごいよね。私使ったことないよここは開かないですね。でこれは引き出しの形になってます。でこれ蓋だ。蓋も木目のテクスチャー付きで、これで鰹節を削るとこれか。この鰹節で出汁を取ってたけのこご飯を炊きましたってことですね。なぜか急に折り鶴と思ったらこれ箸置きになるみたい。このリーメント自体がすごい丁寧な感じがするだってこのネギの散らばりようとかもさリアルじゃない？普通さフィギュアなんて真ん中にちょこっとさネギがパラパラってなってるんだろうに、これはちゃんとネギを鍋に入れたやつだよね後乗せな感じじゃない。片手に乗せるとこんな感じです。ミニシートは少し固めがちょうどいい。そうだ、何が固めなんだ。早起きした朝は鰹節を削ってスイッチオン。朝から炊くのすごい。土鍋で炊いたご飯は粒が立って少し固めが私の好み。湯気と一緒に立ち上るだしの香りに包まれてシンプルだけど贅沢な朝ごはん。今日も素敵な一日になりますようにすごくない？待って朝ごはんにたけのこご飯ってすでに素敵な一日だよねすごいなこの人。丁寧さんすごい。でカレンダー1月2月、そしてランチョンマット2箱目。2番ぎゅっと丸めた小さな春。春だから桜のお花の盆栽で、苔がさフロキ加工なのすごくない？いやここの台にくっつくみたい。枝は硬くない、ちょっと柔軟性のありそうな素材。でもあんまりギュンギュンやると折れちゃうと思うんですけど、すごいかわいいよこの盆栽おひなさまの女の子の節句だからこけし、おかっぱ頭ちゃんのかわいいこけし。それから私が欲しいと思ってた手まり寿司。これは過去にも入ってるセットがあったんですよね。それを私欲しいなって思ってたんで、今回ここに入ってくると思ったからおひなさまと一緒に飾りたくて。このきゅうりでさお花とかさ
なんか漬物っぽいものでお花になってるのかわいいし、これは卵かな、錦糸卵か何か、かわいい。あ、このざるがね硬くない素材です。かなりやわやわしてる。これが桜の花の箸置き。女の子の節句だし春だしかわいい。ミニシートはぎゅっと丸めた小さな春。今日のお昼は手まり寿司。お昼ご飯に手まり寿司丁寧さんさすがだね。おひな様だから手まり寿司作ったってわけじゃなくて、ただお昼ご飯に気軽に手まり寿司作っちゃったって感じなんだ。丸くてコロコロとした可愛い形と春色の彩りに心が弾む。お部屋の中だけど春の盆栽を眺めればちょっとしたお花見気分。春の訪れを手のひらでそっと味わう穏やかな休日すごいな。丁寧さんすごいぞ。そしてカレンダーが今度3月4月、ちゃんと弥生とうずきって書いてありますね。日本の月の名前。1月はむつき、2月は何月だっけ、如月か。あと手まり寿司の式紙です。3箱目。3番手間暇かける初夏の手仕事。これ今リアルタイムでご覧いただいている方はまさに6月になろうとしてる今の時期ですね。この梅酒作り。これがざる。そこに梅酒の梅、ここなんか取るんでしょ、ヘタのとこ。綺麗に拭いて取られてる感じになってます。そしてこれはもう梅酒用に瓶詰めされてる。これは開くのか。これは開かないですね。氷砂糖も入っていて、氷砂糖と梅がこんなになった状態で入ってる。もう取り出せないです。でもこれさ、液体入ってないから梅シロップを作ってるんだ。梅酒じゃない。そしてこれはなんだ。これがまな板なんだ。きゅうりと人参。気になったのがここにね、まな板のここフックがついてんです。わざとつけてくれてるんだろうね。なんか引っ掛けられるように。そして包丁が入ってます。これはおそらくすごいぬか床。ぬか漬けのきゅうり。これをちょっとぬかをさっと洗って包丁で切っていただくと。ぬか床ちゃんと蓋もつきます。なんか蓋もさ、透明じゃなくてちょっと白い感じになってて、中もうっすら見える感じなんかリアル。ぬか漬けはナスとカブときゅうりと人参が入ってます。丁寧さんだね、ほんと。こんなさ、手作りの梅シロップ作っちゃったり、ぬか漬け作っちゃったり、丁寧さんすごい。ミニシートは手間暇かける初夏の手仕事。梅の甘い香りがふわりと届くと、今年も梅仕事の季節。一つ一つ丁寧にヘタを取る作業は無心になれる大切な時間。これがマインドフルリビング。すごい丁寧な暮らし。溶けていく氷砂糖を眺め、出来上がりを待つ時間もまた楽しみ。今年も美味しくなりますように。
梅シロップの作り方。3ヶ月ぐらいつけるんだ。レシピノート、そして文庫本、うさぎ店長のおいしいスイーツ、蘇我プチエさんプチ書房、押し花のしおり、パンジーと四つ葉のクローバーが入ってる。丁寧さん、こんなスイーツのパンケーキの本とか持ってるんだ。和食だけじゃないね。4箱目。お、大きいのが出てきた。4番、雨の音が BGM。 まずは大きな座卓のテーブル。裏はこんな感じになってます。ちょうど私田舎に行ってたので、田舎にこんなテーブルありました。足がこんな感じになってた。そしてかわいいてるてるポーズがある。これが一輪挿しでアジサイが生けてある。それでこれが台、ここに刺すみたい。まさにこれからの梅雨時期、雨が降らないでってことでてるてる坊主吊るします。でもきっと丁寧さんはさ、ほら雨の音が BGM だから雨の日でも楽しんじゃうんだろうね。これがガラスのお皿、ちょっとテクスチャーついてます。そしてこれが和菓子、なんだろう、あんこがここに乗ってて、これはくず餅的な、わかんないけど、これがコースターでグラスで麦茶かお茶ですね。なんか一つ残ってる。これさっきのこれ一つ忘れてたんですけど、今出てきた3番に入ってた梅の一つバラなのかな。だけどちょっと梅の大きさがちっちゃくて、これだけマットなんですよね。なんだろう、これでいいのかな。ここにはないもんね。かといって3番の方にも梅だけバラっていう写真はないんですけど、1個バラの梅もどっかに入ってました。これが丁寧さんのおやつ。ミニシートは雨の音が BGM、 と人を降る雨音が今日の読書の BGM、 庭のアジサイを一輪飾って自家製梅ジュースと、待って、梅ジュースなのか、これが麦茶じゃない。じゃあここに梅が入るんだ。間違えたぞこのバラの梅だと思いきや、だからしぼんでちっちゃくなったってことなのか。このグラスに梅ジュース、こういうことか。中に入るんだ。この写真だとちょっと分かりにくいんですけど、これ3番でできた梅ジュースをここで飲んでる。透けてる感じがいいね、これ。自家製梅ジュースと大好きな和菓子を用意すれば、ちょっぴり憂鬱な梅雨の季節も特別なリラックスタイムに早変わり。明日は天気になるといいな。すごい。ため息出ちゃうね、こんな生活憧れちゃう。そして5月と6月のカレンダー。5月がさつきで6月がみなづき。雑誌丁寧生活。甘く涼しく清らか。これちっちゃい字なんですけど、おそらくプチやリーメン堂みなづき5個入りですね。織田プチカさんのお気に入り、
一日の始まりはオーガニックコーヒーででここでぬか漬けとかしてます。5箱目。5番、拭いて払って心もリセット。猫ちゃんが入ってました。三毛猫ちゃん。おお、背中ハートがついててかわいい猫ちゃん。これがちっちゃい椅子。ちゃんと網目も細かいです。それで、これは硬くない素材ですね。ちょっとぐらいぶつけても大丈夫。すごい小物を入れるケースかな。これも網目が細かくてちょっと柔らかい素材です。ちゃんとはまるようにさ、ここについてるんだけど、ここすらもちゃんとこう編んでくっついてるようになってる。そこに掃除用具が入るのかな。重曹、自然に優しい安心素材。洗剤とかじゃなくて重曹を溶いたのをスプレーするのかな。これがスプレー。そしてこれが拭き掃除の雑巾。あとほうきも入ってます。ちっちゃいほうき。おしゃれな掃除用具入れだねすごい。拭いて払ってで、おっきなお皿、飾るお皿。何が書いてあるんだ。松と鳥が書いてあります。ミニシートは拭いて払って心もリセット。手箒で畳をささっと履いて、これ手箒って言うんだ。これで畳を履く。重曹水で気になる場所を一拭き。溜まったほこりを払うだけで部屋の空気だけじゃなく心も澄んでゆく。きれいで整ったお部屋に相棒のミケも喉を鳴らして気持ちよさそう。相棒のミケちゃん。カレンダーは7月8月。ふみずき、はずき。文庫本、猫に魔法をかけられて。服部プチ太郎。何のパロディだろう。6箱目。6番、おいしいお裾分け。秋になってきましたね。なんかいっぱい入ってる。まず大きいところからお鍋。それで蒸し料理を作るみたいなのでお湯が沸いてます。ここにこれが乗って、ここで蒸し料理はまずブロッコリーでかぼちゃ。お茶もさ、なんかガタガタしてイモイモしてる感じになってる。これがさつまいも、しいたけ、裏もちゃんとしてます。と人参、れんこん、こんな感じかな。またフロキ加工になってんですけど、2つ入ってて、こっちがすすきかな。この穂のところとこの根元のところまでがフロキ加工になってる。そして一輪挿しに刺さって、これがここに刺さる。すごい。そしてこっちのフロッキー加工は栗です。
これが土壌すくいみたいなやつなんて名前なんだろう、わかんないけど、これが栗のイガから出たやつ。これはしいたけ。そしてさつまいもが大きいの2本。それからこれが干し柿。すごい。ミニシートは美味しいのお裾分け。いただいたお野菜をせいろで蒸すだけで旬の素材の味を生かしたごちそうの出来上がり。軒先に吊るした干し柿も程よい柔らかさになってきて、そろそろ食べ頃かも。後でお隣さんにもお裾分けしよう。これは回覧板ですね。定年市花咲町3丁目。カレンダーは9月10月長月神無月。回覧板の中身はみんなで楽しもう秋のお芋掘り、ワンちゃんのお洋服小物、手編み教室、無料体験チケット。7箱目。7番、手書きで思いを込めて。すごい、この丁寧さん火鉢を持っているようで、これは灰かな。ここに炭を立てるんだと思います炭もさ、ちゃんと片方白くなってこっちは黒いパズルになってる。火がついてるから内側が赤くなってて、そこにこの五徳が乗るのかな。ここに網も乗ります。お餅を焼いたり、このお餅今ひっくり返したばっかなんだ。こっち側白い。この6番に入ってたお芋をアルミホイル巻いて焼き芋にするのかな。焼き芋ならきっと五徳は外すのか。これで焼き芋をしてできたお芋がこれすごくない？何のお芋なんだろうねこんなに黄色いから。それでこうかな。一応パズルのように合わさります。はいよね、これ皮とかもね結構リアル美味しそう。そしてこれが火鉢用の箸、火箸っていうみたい。金属製なんだね。木だと燃えちゃうからね。これで炭とかつまむのかな。この上に火鉢を置くみたいですね。丁寧さんこんなの持ってるなんてすごい。これが座布団。中はねこれ空洞なのかな。ちょっと柔らかいです。ここにねこうあったかいんだろうな。これが一輪挿しに椿かな。冬のお花なのかな。お花も絶えないね、この丁寧さん。さすが。年賀状を書くための筆ペンかな。ミニシートは手書きで思いを込めて、パチパチと炭が外れる音を聞きながらお餅が焼けるのを待つ。静かな冬の夜、柔らかな火鉢の温かさを背に心を整えて年賀状にゆっくりと筆を走らせる。丁寧だねこれか。
手書きの年賀状、金河新年、本年も良い年でありますようにお祈り申し上げます。これを手書きで書いてるんだね。相手の笑顔を思い浮かべながら一文字ずつ丁寧に丁寧さん。そしてこれは羊年か、今年馬年、来年羊年だから来年の年賀状を書いてるんだ。カレンダーは11月、12月、11月は下月、そして12月が師走。年賀状の宛名が定年市花咲町鈴木プチエ様。あれ、定年市ってさ、回覧板が定年市花咲町3丁目。あ、こっちの鈴木プチエ様は花咲町1丁目なんだ。では最後8箱目。8番、左右を一口私を整える。左右やっぱね、丁寧な人は左右を飲むんだね。これも大きいのが入ってました。茶ダンスかな。ここ扉が開いて、ここか、ここも開きます。それでこの引き出しも開く。よく焦げ茶のさ、濃いめの色の茶ダンスは入ってきたことがあったから、この色は私初めてで明るくていい感じ。そのおしゃれな方の朝の飲み物、白湯ただのお湯です。カップもなんか素焼きな感じとか、すごいね、おしゃれなカップ。そして刺し子のコースターはあ、お湯もさ、この南部鉄とかなの、鉄瓶、これで鉄分まで取れちゃうよっていう。しかもこれ多分手で触っちゃいけないよってやつだよね、きっと。手の油でさ、サビの元になっちゃうから、触るところはもう取っ手のみみたいなさすごい。これでお湯をこの火鉢で沸かすのかなすごいね。その白湯です。赤ペコの獅子舞バージョンかな。おう、首だけ外せてこうやって動かすことできます。かわいい、お正月だね。このさ、大きいアイテムと一緒の小物って結構質素になりがちなんだけど、これかわいい。こんな南部鉄瓶なんておしゃれすぎる。ミニシートは左右を一口私を整える。朝一番は左右をゆっくり飲み干して体の中から温める。やっぱり寝起きの左右はおしゃれな人っていう感じだもんね。鉄瓶で沸かしたお湯は角が取れてまろやかで優しい味がする。飾らないこの時間が一日の始まりをそっと整える。今日も優しく丁寧に飾らないこの時間がって言っても、こんな鉄瓶でお湯を沸かすこと自体が飾ってるよね。さすがって感じヨガの本、朝からヨガ、体を整える。ヨガインストラクターともかさん。今日のやることメモ。やっぱトゥードゥーリストは作るんだね。私も時々書いてるお散歩、野菜の収穫。野菜も自分で栽培してんだ。手編み教室。あ、回覧板にあったこのチケットだ。手編み教室行ってるんだ。そして押し花のしおり。それもどっかにあったね。ここで出てきた。
全てにおいて丁寧さんの暮らしがすごかったこの AI 時代にやっぱりこういう暮らしが大事なんだろうねミニシート全部切ってみました。私のリーメントマンションの空き部屋に入れてみました。こんな感じになりました。このケースはだいぶ前に100均のフレームで作ったんですけど、もう今この大きさのフレーム売ってないのでおすすめできずに申し訳ないです。作り方は載せてあります。また100均のケースに片付けをする作業はそのうちライブ配信でやろうかなと思ってます。ではでは今回もご視聴ありがとうございました。